こんにちは。はい、では一期一会 Vlog 第4弾ということで、今回また再び、銀座店スタッフの中野が担当させていただきます。で、今回なんですけれども、ビギナーさんに向けたちょっと動画を作りたいなと思いまして、っていうのがヴィンテージの時計って正直ハードル高いじゃないですか。そうですね。最初の一歩めちゃめちゃ結構勇気がいるじゃないですか。そうですね。でもやっぱ関心持ってくださってる方って結構最近やっぱお店立ってても多いなって思っていて、じゃあその初めての方がじゃあ安心して時計を選ぶにあたって今回はどういうブランドから探すとまず入りやすいのかなっていうところをご紹介できたらなと思ってますので、ぜひちょっと最後までご視聴のほどどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。まず一つ目なんですけど、まずオメガおすすめしてます。いろんなブランドある中で、なんでいきなりオメガなのかっていうところで、不思議に思う人もいるかなって思うんですけれども、僕的にはだいたいもう8年ぐらいアンティークの時計やってお仕事にさせてもらってますけれども、経験則なんですけれども圧倒的に何て言うんだろう、まずムーブメントの設計出来がいいなって思ってます。特にその40年代とかの以降の手巻きの、いわゆる 30mm キャリバーって呼ばれるような手巻きのキャリバーもそうですし、あと例えば自動巻きですよね。大体60年代以降ぐらいの全回転式のタイプの自動巻き、この辺から選んでもらえたら基本的にはもう間違いないなって思ってるんですよ。まず精度がよく出しやすいかなっていうところもありますし、やっぱ数が多いんですよね、玉数が。なので時計としての作り出来はいいし、あとはその定番のシンマスターとかコンステレーションとか、いわゆる有名どころもなんですけど、よっぽどレアものとかじゃなければ結構入りやすい価格帯から手にすることができて、加えてちゃんと時計として本格派っていうところがまずヴィンテージに入る中でふさわしいかなって思ってますし、数が多いってことは部品を探しやすい。あとメンテナンスをやってくれる職人さんを探しやすい。そうですね。その観点からやっぱ機械式の時計ってヴィンテージもなんですけれどもオーバーホールあるじゃないですか、定期的に。そういった中で、いろんなブランドある中でもオメガって誰もが知ってる有名なブランドじゃないですか。時計好きだったらみんな知ってると思うんですけれども、なんだけれどもメンテナンスのコストとかメンテナンスの難易度しやすさってところも含めて、一番ユーザーフレンドリーなブランドの一つかなっていうふうにヴィンテージの中では思ってまして、結果的にやっぱりオーバーホールのコストも有名ブランドの中では一番安くなりやすくって、初めてヴィンテージはそうだし機械式の時計っていう観点でもやっぱオメガっていい時計だなって思ってまして、個人的には一番おすすめしやすいブランドなんですよね。職人の目線で見た場合の狩野監督の意見って、オメガに対してはどんなですか？オメガの30mm キャリバーが天文台コンクールで上位狙うっていうことでもともと作られたものをベースに作られてるというところで、まず作りしっかりしてますよね。そうだね。で誰でも修理ができると。そうだよね。職人さん選ばないっていう良さもいいので、あとはパーツ手に入りやすいっていうのもその点でもすごく助かる。全体の作りスクリューバッグでも、あとリューズの押し引きの感触とかでも、ケースのこの作りっていうのも結構しっかりしてて、そうか。そう防水性っていうのは基本的にアンティークはないんだけれども、多少の汗水程度なら防いでくれるかもしれないっていう、そういうちょっと安心感、そういったのありますよね。確かにね。なので
本当にいい時計なんですよね、オメガって。でやっぱりさっきも話したように有名ブランドなんで、やっぱりうち置いてる時計って全部もちろんおすすめなんですけど、やっぱりオメガって誰もが知ってる時計で作りが良くてってなると、やっぱいい時計使ってるな、いい時計買ったなっていう満足感もなんか僕は得られるんじゃないかなって思っていて、そういった意味でも初めてヴィンテージの時計を触れていただくにあたって、最もふさわしいって言ってもなんか過言ではないかなって思ってるのがヴィンテージのオメガです。はい、じゃあ次2つ目なんですけど、大定番ロレックスですね。外しちゃダメかなって思ってます。外せないですよね。ブランドの好き嫌いで言えば結構ロレックスってやっぱり一番有名なブランドだから、好きな人も多い分アンチもいるっちゃいるブランドだと思うんですよ、正直。なんですけど、好き嫌い抜いていい時計っていう観点で語るんだったら、やっぱりロレックスって特に実用時計っていう観点であれば絶対に外しちゃいけないと思いますし、それはやっぱりもうヴィンテージでもしかりっていう僕の意見なんですよね。なので、さっき話したオメガに近い感覚になりますけど、特に個人的には60年代以降の自動巻き、特に定番の、デイトジャストとかですよね。この辺は全然もう間違いないと思いますし、あとはその一回り小さいですけどオイスターパーペチュアルデイト、1500とか、あとこの間の佐々木くんの動画で語ってくれた1501とか、ベゼルがちょっとデザイン違うやつ、あの辺選んでくれたら、使い勝手的にはさっき話したようなオメガと何ら変わりない、感覚でしっかり使っていただけるし、やっぱりこのロレックスのこの年代のものもキャリバーでいうと1570とかその辺だよね。間違いないじゃないですか、出来として。そうですね。で部品も古い時代のロレックスとかと比べれば、値段はちょっとね変わると思うんだけれども、どうにもならないよってことはないかなって思っていて、ちょっと値段もねオメガよりは高くはなっちゃうんですけれども、間違いなく使いやすい時計だと思いますし、やっぱりね誰もが知ってるね有名ブランドの定番腕にするっていう高揚感も本当格別だと思うので、さっきのオメガに近いですけど、いい時計使ってる、いい時計買ってるっていうところはもう絶対的に満たしてくれる。それでいて実用的であるっていうところはもう絶対ね保証できるのかなと思ってまして、これはね外しちゃいけないブランドなんですよね。あとはちょっとだけ下世話な話をしてしまえば、ロレックスの定番っていつの時代もやっぱ必ず需要があるので儲けるよって話ではないですけれども、もし万が一なんか手放すってなった時のそこそこ値段はついちゃうところ、二足三門にはまずならないよねっていうところもね、あるので、長く使ってもらう中でやっぱり時計の付き合い方ってお客さんによってはそれぞれで、僕なんかあんま時計手放したことってないんですけど、やっぱり次の時計買おうってなる時に下取りというかその売りに出してっていう人もいるじゃないですか。そういった中でそこそこ値段にはなっちゃうから、足しにはできるよねっていう観点でも間違いない。そういった意味でやっぱりロレックスっておすすめ、最初の一本に選んでもらっても、安くはないんですけれども確実に最初に選んでもらってもいい時計ではあるのかなっていうふうに思ってますね。ロレックスはどうですか、カリノさん。ロレックスはね個人的には1500系のムーブメント積んでるものが一番使いやすくていいかなっていうところは感じてますよね。そうですよね。逆にうちってこの辺のデートジャストを増やしたのは割と近年なんですよ。どっちかというと古い
うちのお客さんとかだったら、うちでロレックスとか見るんだったら、バブルバッグって人多いなとは思ってて、あれはね本当にヴィンテージのロレックスをなんかある種体現するような、もうこれデートジャストと違ってその時代のものでしかないっていう部分では唯一無二の、存在ではあるなって思ってるんですけど、どうだろう。でもビギナーさん最初の一本ってなるとどうなのかね。正直バブルバッグはね、修理難しくて、やっぱりずっと使われてたんでしょうね。ガシガシ使われてて、でかつ年代も結構古いじゃないですか。そうですね。なので各所間も進んでて、そうだね、特にローター、自動巻きローターの、あそこの巻き上げ効率が結構落ちてて、わかります。で普通の自動巻きと同じような感覚で使ってると、あんまりパワーリザーブ持たないんですよね。なので手巻き併用で使うっていうのが前提になりがちなところもあるんで、正直なところビギナーさんにはおすすめはできないかな。しにくいよね。なので言ってもバブルバッグ気になる人っていうのはいると思うんですよ。なので難しいっちゃ難しいんで、おすすめかっていうと違うよねって話にはなるんですけど、でもやっぱり惚れちゃう時ってあるじゃないですか。でそれしかないじゃないですか。なのでその時は修理はね、僕たちはそのお時間だったりとか、あと部品探す手間だったりとかはお付き合いいただく部分はあると思うんですけど、逆に僕たちもとことんまでは、ね、修理メンテアフターサービスはお付き合いするので、もちろんです覚悟できたらもしビギナーの方でもちょっとトライしてもらってっていうところですかね。覚悟して選んでくださいって感じですね。じゃあ3つ目なんですけれども、ちょっと個人的な意見というか、趣味というか、おすすめしたいのがロンジンなんですよ。ロレックスオメガみたいな感じで、この辺はなんとなくイメージ皆さんも湧くと思うんですけど、なんでロンジンって思った人はなんかいるんじゃないかなって思ってるんですけど、個人的には手巻きの時代のロンジンはかなりおすすめ、実用機として初めての方でも僕は勧めたいなって思ってます。なんでだろうな、まずムーブメントの設計がいいですね。30年代ぐらいに出てくる、12.68Z っていうのが、ロンジンの、一番有名な手巻きの機械の一つかなって思うんですけれども、経験的にこれ精度とか全然出ないなっていうのがあんまりないというか、結構精度追い込めちゃう機械なのかなって思ってるんですよね。そうですね。さっきのロレックスとかオメガとかなんですけれども、さっきおすすめした機械って基本的には40年代以降なんですよ。僕初めての方ビギナーさんに勧める場合って、っていうのが、いろんな観点はあるんですけれども、まずコンディション的な部分で、なるべく40年代とかから新しい年代の方が当たり前なんですけど、新しければ新しいだけコンディションいいものって見つかりやすいですし、コンディションいいってことはやっぱり機械の調子もいいので、精度が出しやすいじゃないですか。っていうところと、あとやっぱり機械の設計が成熟し始めるのがその頃なんですよね。一般的に感覚的には40年代より昔、例えば30年代とかって、腕時計のムーブメントでいい機械はたくさん僕もあると思ってるんですけれども、やっぱり懐中時計からちょうど腕時計に男性用の時計のメインのトレンドが切り替わるちょうど黎明期の時期じゃないですか。そうなってくるといい機械はたくさんあるんですけれども、やっぱ構造的に設計的にもなんかちょっと甘さがある部分ってやっぱりものによってはあって、そうなってくるとやっぱり精度出しやすいのって40年代以降の方が設計しっかりしてくるなっていう風に感じますし、あと単純にやっぱりさっきの話ですけど30年代とかってもう80年90年とかなんならもう100年前に近づいてきちゃってる個体ばっかりなので、
単純にその設計がいい機械だったとしても摩耗が進んじゃってるものってやっぱりあるじゃないですか。そうなってくると、機械の設計よくってもやっぱ個体的に初めての方に勧めるにはちょっとやっぱりメンテナンスの過程でちょっとおすすめはしにくいなっていう個体って多い印象なんですけれども、ロンジンはちょっと話別なんですよね、そこが。なんかね、設計いいし耐久性も高いのか、30年代の個体とかでもロンジンに関して言えばお客さんに納品する前のメンテナンスとかで、精度とかね上がってきたやつチェックするんですけど、僕たちもなんかね拍子抜けするぐらい精度良かったりとか、あんまりねすごく困ったぞってことがないんですよ。で、30年代って、これ僕の趣味なんですけどアールデコの時代で結構ね僕的には面白いなっていうデザイン多いですし、やっぱ人気のデザイン多いんですよ。例えばヴィンテージウォッチとかだったらセクターダイヤルとかってめちゃくちゃ人気じゃないですか。でもやっぱり30年代に多いデザインなのでやっぱりさっきの話でブランドとか個体によっては、精度はちょっとごめんなさいっていうのがやっぱりあるといえばあるんですけれども、ねあるじゃないですか。なんだけどロンジンに関してはデザインいいやつ選んでもらって、でもちゃんと実用機としても精度出せちゃうっていうのが、やっぱりね心強いというか、なんかもうデザインで決めちゃってそれが結果古かったとしてもこれは別にビギナーの方でもいけちゃうなっていう風に思っていて、おすすめなんですよね。狩野さんはどうです？ロンジン。個人的にはロンジンすごくおすすめで、特にこのポーセリンの時間、1910年代の100年以上経ってるの？そうです、もう余裕で100年以上経ってるんですけど、これのねムーブをね見てほしいんですよ。これね梨地のね金色のムーブメントなんですけど、この年代とは思えないぐらいものすごくいい作りしてて、でかつ調子がいいんですよねこの時計ね。メンテ前だけどそうなの？そうなんです。なんで製造されてから腕のいい職人さんにずっとメンテされてきたのかなっていうのを想像できるし、でこういう時計ならもう初心者のビギナーの方でも安心して手に取っていただけるかなっていうのはあります。ただポーセリンなんでね、そこは別のところでね別の話ですけど、年代としてこのぐらいの年代でも全然おすすめができるかな。結構ねこういうテイストのやつ初めての方でもいいなって思っても、やっぱり機械的にはちょっと、ここの部分は気をつけてくださいねって話はなんかなりがちなんだけれども、これに関してはそうなんだ、じゃあもうそこのね文字盤は結構ポーセリンなんで衝撃とかは気をつけてほしいですけどね、でも逆に言えばそこさえ気をつけて、あと汗水とかね当たり前なんだけど気をつけてもらえたら、もう普通に初めてのヴィンテージウォッチに選んでもらっても狩野さん的にも OK ですか？ OK です。これ狩野さん狙ってたやつだけど紹介して大丈夫ですか？結構こんな話したらなんか、欲しいって人いそうだけど、こればっかりはね早いものこれちょっとマジで狙ってるよねしょうがないから、そうだね、入れちゃったらしょうがないんですよね。早もがちです、なので本当に初めてのヴィンテージウォッチという中で、ロンジンはちょっと、今のねブランドの現行のブランドの印象だと、オメガとかの、ちょっと下のブランドっていう印象はあるかもしれないですけれども、ヴィンテージのこの手巻きの時代に関してはもう本当に初めてのヴィンテージウォッチで選んでもらっても絶対いいと思いますし、どうだろうか、そのロレックスとかオメガに対する、有名ブランドだから憧れて持つお客さんって絶対いると思うんですよ。そこはそこでもちろんいいんですけれど、でもどうだろうか、そのブランドとかに一切こだわり捨てて純粋にいい時計、質のいい時計欲しいなっていう風に時計を探すお客さんであれば、
ロンジンは外しちゃダメだよね。ダメです。ダメだよね。うんなので騙されたと思って、ロンジンはお店来てもらった時はまず手に取ってほしいブランドの一つですね。はい。というわけで、初めての、ヴィンテージウォッチにおすすめなブランドの紹介をさせていただいたんですけど、正直ここまでって他のアンティークヴィンテージの時計のお店さんと大体同じ意見になるんじゃないかなって思うんですよ。もう一緒ですよ。ですよね。そう変わりはないと思いますし、どっかで聞いた話だなって思う人もここまで聞いてもらっていたんじゃないかなって思うんですけど、でも、僕たちシェルマンじゃないですか。はい、シェルマンだったらやっぱり、パテックをはじめとする3大ブランドのドレスウォッチでしょってやっぱあるじゃないですか。なので今回これ前編です。なので後編が実は初めてこの Vlog でちょっと作ります。で後編で初めてヴィンテージウォッチでありながら3大ブランドのドレスウォッチってありなのかなしなのか、またありならば何がおすすめなのかってところをちょっとですねご紹介したいなっていうふうに思ってます。なので、後編はあれですよね。普段だと、大体この Vlog って、大体月1回ぐらいのペースで、お送りしてるんですけれども、後編はそんなに多分時間かからないよねきっと。そうですね、かからないと思います、なので割と早いタイミングで次回後編ですね配信させていただきますので、今回の動画ですね面白かったな楽しかったなって思っていただけた方、チャンネル登録といいね高評価、あとコメントなどいただけますと非常に嬉しいです。では、後編もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。結論から言うと初めてのヴィンテージウォッチに3台のドレスウォッチ選んで OK だと思ってます。僕って言ったらあれじゃない、確かにハリ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 言ってるでしょずっとブログでもハリハリ書いてるけど